それでは続きをやっていきましょう。前回はボックスメーカーオブナーグルと戦争を開始したところまでやったな。前からボックスオブナーグルと言ってみたり、ボックスオブナーグルと言ってみたり、いろいろ変わってきたお名前ですが、正確にはボックスメーカーオブナーグルでした。訂正お詫び申し上げます。名前変わりすぎてて草なんやで。だってこのゲームの拠点名とか勢力名とか覚えにくいの多くて。で、今回はどんな感じで行くんや？ぶっちゃけ地形が柱軸で戦闘する場所が限られてるんですよね。ということで片方の端に戦力を集中させて圧倒的耐久力で勝利します。我々にはコープスカートによる回復効果がありますので、たとえナーグル相手でも耐久面に関しては引けを取らないことでしょう。今回の要注意ユニットは、まずこいつ、レジェンダリーロードのクガス。遠距離からなんか飛ばして攻撃してきます。ただ、白兵戦はそれほどでもないので、接近できれば仕留めていきたいところですね。それはできそうか？まあ前に出てくることはないでしょうし、ぶっちゃけ弾切れ起こして突っ込んでくるの待ちでしょうかね。くっそ泥試合。そしてこいつ、空から射撃してくる厄介なやつです。我々の対処法としてフェルバットをぶつけるくらいでしょうか。まあ弾数は少ないみたいなので、敵が弾を撃ち尽くして降りてきたところを一網打尽にしますか。ということで接敵するまでカットしました。まずはいつものゾンビによる突撃ですね。ここバイオハザード。バイオハザードがバイオハザードに突っ込むす。でっかいカエルおるやんけ。ブレイブトードオブナーグル。対歩兵の大型ユニットですね。歩兵に対しては強いですが、大型ユニットに弱いっぽいです。ゾンビ大丈夫かな？まあ回復も相まって我々のゾンビは一筋縄ではいかないですからね。おそらく大丈夫でしょう。っていうか大丈夫じゃなくてもゾンビが消滅するだけなので。まあ所詮ゾンビやしな。ゾンビの後はクリプトグールとスケルトンの戦線へ投入。めちゃくちゃわちゃわちゃしております。これ別の当たれる場所からも部隊投入して挟み撃ちにした方が良かったのでは？まあそれはそれでそっちの迎撃に敵が向かっていったら困りますし、敵も大した投射兵いないんでこちらの方が安全に倒せます。何せ常時回復しますからね。敵の魔法が炸裂。ってあいつら魔法使えるんか。まあ大したダメージではないですけどね。それならよかった。敵の投射飛行生物が弾を撃ち尽くして降りてきますね。こんなクソでかい虫が上から降ってきたらちびる自信あるんだけど、ポコっていうことじゃないですからね。まあ気持ちはわかりますが。見てください。これがクリプトホラーのステータスなのですが、回復量がやばいです。つまりどういうことや？ 1 秒あたり 19.3 回復していくってことですね。これはクリプトホラーの再生能力に加え、コープスカートの再生能力もプラスされてこの数値です。マジで、かなり回復するな。これが我々の勢力の最大の魅力でもありますからね。ちなみに HP 減ったら戦わせなければ勝手に回復していきます。何それ怖い。そして我々の第2軍の軍勢も前線へ到着しました。さらなる絶望が敵を襲う。このまま圧倒的物量と回復で持久戦で勝利していきますよ。ウィンドオブデスを習得したので使ってみたのですが、ちょっと効果はいまいちですね。体力が高いのでナーグルにはいまいちってことなのでしょうか。天空魔法の隕石が恋しいな。まあ吸血鬼たちはその魔法使えないんで諦めるしかないですね。さっきフェルバットが敵のレジェンダリーロードを襲ってたで。弾を撃たせないように貼り付けてみましたが、果たしてどれだけ効果があるのか。反対側の端を守っていた敵兵士もこちら側に来ましたね。これでワンコやチャリオットが回り込むことができそうです。クガスは弾打ち尽くしてないのに前線へ向かいましたね。これはチャンスですので早めに仕留めましょう。早めに仕留めてくれる相手はまあいないんでゆっくり仕留めていきましょうか。言ってることがガバガバすぎるんよな。ウィンドオブデスのおかわり。まあ聞いてないこともないな。私はこの呪文を食らって一瞬で敗走する敵が見たいんですけどね。まあ気持ちはわかる。そして背後ではハウンドが足止めしつつブラックコーチで引き殺してく場面が。孤立した敵を狙っていくスタイルか。チャリオット系は孤立した歩兵は餌みたいなもんですので、孤立した大型ユニットは逆にこちらが餌にされます。チャリオット君かわいそう。孤立した敵歩兵もなぶり殺しにできたので、ブラックコーチは背後から敵に突撃させます。ぶっ飛ぶ敵さん気持ちいい。背後からの突撃で敵は指揮崩壊寸前。遠回りさせてたゾンビがやっと前線に到着。ほぼほぼ決着ついてるけどな。敵の指揮崩壊が始まりましたね。
ナーウルも我々と同じレシキ崩壊するとダメージを受けて消滅します。これからこいつをずっと殴り続けなくてもいいわけか。ラフでええな。強いレジェンダリーロードだと1人残って10分くらい殴っても生きてることもザラにありますからね。僅差での勝利で我々の勝利。やったぜ。犠牲はほぼほぼ9月のせいみたいですね。やっぱり遠距離攻撃は怖いな。お金でも回収しますか。見てください。イエンファン遊牧民が拠点数0。つまり死にかけ。そして西部修路はそんな奴と戦争状態。つまり、ここで死にかけの遊牧民に戦争をふっかけ好感度でも稼ぎましょうか。ほんの少しの資金もゲット。ほぼほぼタダで手に入るお金やしやったぜ。12ターン目終了。あ、逃げた。まあ、このままやっても勝ち目ないですからね。にしても、これからがちょっと心配ですね。略奪状態にして、損耗だけは避けておりますが回復はしないですし。かといって回復待ってれば、敵が戦力を整えてまた反抗してくる。悩ましいところやな。13ターン目開始。イエンファン遊牧民滅亡。マジで滅亡寸前やったんやな。敵拠点襲撃。決定的な勝利。まあ自動戦闘にするとゾンビ失いますが。ゾンビならまあ問題ないでしょう。また雇えばええからな。4軍団目も前線に派遣。ヘルマンの軍は今の拠点に残して3拠点で今いる位置の南の拠点を制圧しに行きましょう。それが終わり次第ナーグル友の最後の拠点を制圧です。了解やで。血統が3溜まったのでどれか解放しておきますか。何これ？敵ロードやヒーローを倒すともらえるポイントっぽいのを使って解放できるシステムですね。いろんな効果が解放されるのとロードもついでに解放されます。いろいろあるけどどれにするんや。ここは死者の補充速度の上がるフォンカーシュタインにしておきましょうか。回復速度はくっそ重要やからな。まさに今のような状況ではかなり必要になりますね。先ほど血統を解放したのでクロスボウ兵を雇えるようになりました。これが例外の遠距離ユニットか。まあ雇える数も制限あるし強さも微妙ですけどね。14ターン目エンド。15ターン目開始。まさかのビーストマン種族が。放置か。前回ビーストマンやったから知ってるとは思いますが、放置してると痛い目に遭いますよ。確かにビーストマンやった時は散々暴れたからな。ここは多少無理してでもここで叩き潰しておきますか。敵の戦力はこんな感じ。ミノタウロスおるやんけ。まあ質では無理なんで量で勝っていきましょう。ミノタウロス以外はアンゴールなのに質で負けるとは。ミノタウロスが強いからしょうがないんだよな。それでは宣戦布告。覚悟するんやで。さすがに数もいるし決定的勝利かな。残念、価値ある敗北でした。なんでやねん。まあ数がいてもほぼほぼゾンビなので。あと損耗もしてますしね。つまりこれは手動戦闘で頑張ってください。ですよね。